二人の愛を演出する支笏湖グランドホテル。チラシの裏には地図があってオリンピック道路とある。よって1970年代頃の時代は今と比べると5分の1ぐらいでしょうか。釣り船の貸し出しもあって船でアクセスもできたようです。昭和33年、後の三井観光開発となる北海道不動産が小丹部川岸に建てられた旅館を取得します。2年後、この旅館を支笏湖グランドホテル本館として開業しました。翌年、オコタン荘、その翌年、本館をリネームしたと思われますオコタン荘、ケビン、ホテル別館を開業します。札幌オリンピックが開催された昭和47年以降、あのチラシの新館が開業され、しかし昭和58年、ホテル別館と新館を休業、平成4年、ホテル事業を廃止し、用地を返却します。一方、コタンソーとケビンは営業を継続しました。平成15年、カモリ観光と三井観光開発傘下の支笏湖観光運輸がキャンプ場を運営するようになります。しかし、平成23年、深刻な災害が起き、キャンプ場は休業となった。道ね、あったのが分かりますね、これね。かなり規模が大きかったんじゃないでしょうかね。オレンジをテイクあって。この道沿いに行けば、野営場の方に行けるはずなんで、林道みたいなのが破断されちゃってるんで、湖岸に一回出て、そのまま、よいしょよいしょ。ここなんですけど、沢なのかなと思ったらですね、触ってみると、冷たくないんですね。人肌までいかないけども、温泉だと思いますね。あれが、藻がね、湧いている。これが温泉が流れ込んでる。暖かいお湯が流れ込んでるね。だいぶあっち側の方から歩いてきたなっていうのがわかるね。桜がいいわ。大丈夫かな。パワーボール桟橋だね。三井観光。これはちょっとしたゴールデンウィークの、すごいな、土石流やられて。いやー、もったいない。こんないいここ結構ね、おこたん崎の付近って急激に深くなってるんで、釣りのポイントとしてはいいのかもしれないですけどね。いやー、おこたん、そう。これは土石流だよね。すげえですよ、なんか。頭皮。多分ボート小屋なんじゃないかな、これは。ゴミ箱になっちゃってる。キャビンが、キャビンかな ?600 円。キャンピングカーも OK な乗り入れができたんだ。貸しボートもあったんだね。こっちっていいのかな。水源が綺麗ですな。キャッシュボックスとか誰か持ってきちゃってるみたいですよ。うわ、荒らされちゃってますね。
近づくと危ないね。倒壊する可能性がある。うわ、これはきつい。これ橋っていうか建物が直撃されたみたいですね。もったいねえな。これは危ないでしょ。うわ、散る。布団がさ、大量に出ちゃってますね。ちょっと出しちゃったんかな。よくないですね。動物とかいねえだろうな。大丈夫か。これ撤去するのも相当金かかるね。うわ、なんか商業無常って感じですわ。花びらが舞って建物が口。もう階段登っちゃったら危ないね。必ず消火器が出しちゃうんだよね、誰かね。はい、灰皿とか置いたものだからね。鹿のうんこだらけだ。鹿がうんこに来てるのか。男子。電線要注意ですね。なんか通じてないんじゃないかなって気もするんだけどな。灰皿とか必ずあるところが昭和だね。ちゃんと舗装があるみたいなんだな。何なんでしょう、これ。うわーお。あの道が、橋がね、あったんだよね。10年以上このまんまだね。